胃内視鏡検査をした際に、比較的多く指摘される所見として、胃ポリープがあります。ご説明すると驚く方が非常に多いのですが、通常の胃ポリープは、基本的には癌になりません。このことをご説明すると、聞き間違えたと思ったり、不安に思われる方も多いので、この動画を作成しました。一般的な内容であり、すべての方に当てはまる内容ではないため、ご不安があれば医療機関でご相談ください。この動画では、胃ポリープの1、分類、2、治療方針についてご説明します。作成者は、日本消化器内視鏡学会専門医、森田洋平です。1、胃ポリープの分類。胃ポリープは、異底線ポリープと下形成性ポリープに分かれます。特に記載がなければ、胃ポリープと記載している場合のほとんどは、異底線ポリープです。胃がんの原因として、多くを占めるのは、ピロリ菌感染により、胃粘膜が炎症で萎縮した状態です。異底線ポリープは、胃粘膜に萎縮がない場合に、発生しやすいポリープです。したがって、異底線ポリープがあるということは、萎縮の少ない状態の胃であることを表していることが多く、むしろ、胃がんのリスクであるピロリ菌に感染していない可能性を示唆する所見です。下形成性ポリープは逆に、胃粘膜の萎縮を伴っていることが多いです。大きい下形成性ポリープは、胃がんを伴うことがあるため、20mm を超えるような大きな場合には、治療が必要になることがありますが、通常のサイズでは問題ありません。2、胃ポリープの治療方針。異底線ポリープも下形成性ポリープも通常は治療は不要です。日本消化器がん検診学会の対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアルでは、異底線ポリープと小さな下形成性ポリープからは、組織を取って顕微鏡検査をしないように推奨されています。したがって、特に他に所見がなければ、通常の胃検診と同じ間隔で胃内視鏡検査を行うことが一般的です。また、検診としての胃内視鏡検査については、別の動画を作成しているのでご参照ください。前述のように、特に下形成性ポリープは、ピロリ菌感染と関連があることがあるため、胃粘膜の萎縮具合によっては、ピロリ菌の検査を行うことがあります。しかしながら、ピロリ菌感染の有無は、胃ポリープだけで判断できるものではないので、検査医師の判断にお任せください。以上、胃ポリープについてご説明しました。ご視聴ありがとうございました。その他、内視鏡関連の情報を発信していますので、ご参照いただけると幸いです。